飛行甲板に並ぶ複数の艦載機、整備員たちが機体を取り囲んでいる。1930年頃のある日本の空母の艦上である。 AI で90年前の色を蘇らせてみる。この艦の名前は加賀。しかし加賀はもともと空母として生まれた艦ではなかった。1920年、戦艦と佐潟の2番艦として寄港。軍縮条約で戦艦としては破棄されるはずだった。それを関東大震災が変えた。そして加賀は空母として20年の生涯を歩み始める。3段甲板の異業、1段甲板への大改装、品事変、真珠湾攻撃、そのすべてを経験した加賀は1942年6月、ミッドウェー海戦で沈んだ。これは戦艦として生まれ空母として死んだ巨艦の物語である。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。異形の関係。3段に重なる飛行甲板と右舷側方に伸びる巨大な誘導煙突、竣工時の空母加賀の姿である。加賀はもともと空母として設計されていない。1920年7月、川崎重工神戸造船所で寄港された戦艦と佐潟の2番艦、満載排水量4万トン、40センチ四方10門の重戦艦として計画されていた。しかし1922年のワシントン海軍軍縮条約、主力艦の保有制限により加賀は戦艦として完成することを許されなかった。しかし運命を変える事件が起きる。1923年9月の関東大震災である。横須賀港礁で改造中だった空母予定艦アマニが震災で龍骨を損傷、修復不能となったアマニに代わり加賀が空母として生まれ変わることになった。そして1928年3月、加賀は空母として竣工する。水平線の彼方に寛永、千葉県館山沖。1928年空母として竣工した加賀の公使運転の風景である。3段甲板、右舷側方の誘導煙突。当時としては世界最先端の、しかし異形の空母だった。下段甲板から艦口が発艦し、上段甲板に着艦するという構想。しかし運用してみると3段甲板は不便極まりなかった。下段からの発艦は煙突排気の影響で困難。上段への着艦時には艦載機が大きく揺れる。加賀は空母設計の黎明期に生まれた試行錯誤の艦だった。側面から見た3段甲板の加賀、上段、中段、下段、3つの飛行甲板が艦首側に階段状に重なって伸びている。世界中の海軍関係者を驚かせた異形の空母だった。下段甲板から艦口が発艦する。中段甲板からは艦船が発艦する。そして上段甲板で全ての機体が着艦する。理論上は発艦と着艦を同時並行で行える画期的な構想だった。しかし側面に伸びる長大な誘導煙突は艦の重心を悪化させた。そして3段甲板は環境すら設けられない設計の制約となる。竣工してすぐに改装の必要性が議論され始めることになる。低空を飛ぶ服用の艦上戦闘機。その先に母艦である加賀の影が見える。品事変当時の加賀の艦船の姿である。1937年8月、品事変が勃発する。加賀は第二航空戦隊の旗艦として中国沿岸へ派遣された。そして艦載機による渡洋爆撃が開始される。上海、南京、武漢、日本海軍機が中国大陸の都市を海上から襲った最初の戦争だった。加賀の艦船は
中国空軍機との空戦で経験を積む。その経験は後のゼロ戦の設計に生かされていくことになる。加賀は1938年と1939年復讐アモイへの爆撃にも参加。蒋介石政権を屈服させるための海軍機による戦略爆撃はここから始まっていた。軍服姿の若者たちが整列している。加賀の艦上97式艦上攻撃機を背景に1941年真珠湾攻撃前夜の搭乗員たちの姿である。1941年11月、加賀は択捉島の1カップ湾に集結した。南雲中一中将率いる第一航空艦隊赤城、加賀、宗龍、飛龍、昇格随格の空母6隻。その総飛行機数約350機。世界最大の機動部隊がハワイへの長い航海に出発する。11月26日、1カップ湾を出港。目的地、ハワイオアフ島、真珠湾。これから加賀の搭乗員たちが向かう先には、米国太平洋艦隊が停泊していた。岩斜に広がるオアフ島と立ち上る黒煙。右側には97式艦鋼 B4N の機体。真珠湾を攻撃中の加賀の艦鋼が捉えた風景である。1941年12月8日、日本時間午前1時30分、ハワイ時間では12月7日午前6時、加賀の飛行甲板から第一波攻撃隊が発艦を開始した。加賀の第一波は0戦9機、97式艦鋼27機。そのうち12機が雷撃、15機が水平爆撃を担当する。第2波は0戦9機、99式艦爆26機。加賀の出撃機数は合わせて71機。第一航空艦隊全体では第1波183機、第2波167機が真珠湾へ向かった。奇襲は見事に成功する。そして太平洋戦争が始まった。クレーンで吊り上げられるボロボロの機体。胴体に日の丸の塗装が残されている。真珠湾の海から引き上げられた日本軍機の残骸である。奇襲攻撃は成功した。しかし日本側にも損害はあった。加賀は第1波と第2波の攻撃で9機の搭乗員を失っている。うち5機が97式艦鋼、4機が99式艦爆である。戦死者の中には海軍兵学校を出たばかりの若き士官も含まれていた。加賀の艦鋼隊は戦艦オクラホマ、ウェストバージニアに致命的な命中弾を与えた。99式艦爆は戦艦アリゾナの装甲を貫通する鉄鋼爆弾を命中させる。戦艦アリゾナの死者約1177名。しかし米軍の太平洋艦隊の空母3隻は湾内にいなかった。それが半年後のミッドウェーで加賀を待ち受けることになる。貢献する加賀の艦尾、そして水平線に並ぶ両艦の影。第一航空艦隊の艦上から見た風景である。1941年11月、択捉島1カップ湾に集結した第一航空艦隊。空母6隻、戦艦2隻、巡洋艦3隻、駆逐艦9隻、潜水艦3隻、補給艦8隻。人類史上最大級の機動部隊だった。その中核を担ったのが第一航空戦隊の赤城と加賀、そして新鋭の第五航空戦隊昇格と随格。南雲中一中将はこの大艦隊を率いて太平洋を東へと進めた。艦上で搭乗員たちが集まっている。地図と機体を取り囲み最後の打ち合わせをする姿。真珠湾攻撃直前の加賀のブリーフィングである。雷撃隊、爆撃隊、戦闘機隊、それぞれの目標と進入経路が最終確認された。特に難しいとされたのが雷撃隊だった。真珠湾は
水深12メートルと浅く、通常の航空魚雷では海底に突き刺さってしまう。そのために開発された9-1式航空魚雷の改良型、木製の安定板を取り付け、浅海面でも雷撃を可能にしていた。しかしそれでも敵艦に命中するまでには低空、低速度で長距離を直進する必要がある。加賀の雷撃隊は最も危険な任務を背負っていた。飛行甲板の上で主翼を折りたたんだ97式艦砲。整備員たちが機体を取り囲んでいる。加賀の艦上で運用された海軍の主力艦上攻撃機の姿である。97式艦上攻撃機。設計は中島飛行機。最高速度約378キロ毎時。魚雷1本または800キロ爆弾1発を搭載できる海軍の主力艦砲だった。主翼を折りたためばコンパクトに格納庫に収まる。しかし加賀の B5N には致命的な弱点があった。防弾装甲がほとんどなかったのである。操縦員、偵察員、電信員の3人を守る装甲板は最小面だった。燃料タンクにも防弾構造はない。被弾すれば機体は一瞬で炎に包まれる。機体を軽くして速度と航続距離を稼ぐ。その代わりに搭乗員の命をかける。それが日本海軍機の根本的な思想だった。並んで進む2隻の空母。手前が加賀、奥が随鶴。真珠湾港激のまさにその最中の風景である。随鶴は第5航空戦隊の新鋭空母。加賀の半分以下、就役からまだ3ヶ月。しかし翔鶴と並ぶ海軍最強の正規空母だった。加賀は随鶴より13歳年上のベテラン空母。しかし2隻が並走するこの風景はわずか半年後には見られなくなる。加賀はミッドウェーで沈むからである。煙を引きながら海面スレスレを飛ぶ97式艦砲。尾翼の番号はもう判読できない。撃墜される寸前の加賀の B5N の姿である。真珠湾攻撃で加賀は9機を失った。しかしほとんどの搭乗員は無事に帰還した。そして彼らの多くが半年後のミッドウェーへと向かう。新旧142年6月4日、加賀は米軍9航火爆撃機の攻撃を受け炎上沈没する。戦死者約811名。集合写真に写っていた若者たちのおよそ8割が加賀と共に海へ沈んだ。彼らは確かにここにいた。その時代を生きた人間として。加賀の側面のクローズアップ。広角砲の砲塔と25ミリ機銃の銃座が並んで配置されている。空からの攻撃に備える加賀の対空兵装である。加賀の対空兵装は 12.7 センチ連装広角砲を6機12門、25ミリ連装機銃を11機22門。数だけ見れば当時としては十分な装備だった。しかし致命的な問題があった。火器管制装置の能力が低く、急降下してくる敵機への対応が間に合わない。そして加賀の飛行甲板には装甲が施されていなかった。爆弾が貫通すれば格納庫の燃料と弾薬に直接届いてしまう。この弱点がミッドウェー海戦で加賀の運命を決定づけることになる。米軍急行火爆撃機ドーントレスのわずか数発の爆弾が加賀を炎上沈没へと追い込んだ。真上から見下ろした加賀の姿。艦首から艦尾までまっすぐに伸びる一段全通飛行甲板。大改装を終えた加賀の全貌である。1933年から1935年、加賀は佐世保工廠で大改装を受けた。三段甲板は撤去され、艦首から艦尾まで貫く一段全通甲板に、煙突は右舷気砲に向け、艦橋は右舷中央に新設された。機関は
重油洗浄ボイラーに換装。排水量38,000トン。全長248メートル。艦載機常用72機、保養18機、合計90機。世界最大級の近代空母として加賀は生まれ変わった。戦艦として生まれ、空母として生まれ変わった加賀。その堂々たる姿が上空から捉えられている。三段甲板を持つ加賀の姿。1929年、空母として竣工した翌年の風景である。この時、加賀はまだ戦艦の面影を強く残していた。巨大な艦隊に無理やり甲板を3段に重ねた試行錯誤の空母。その姿は当時の世界の海軍関係者を驚かせた。しかし加賀はそこから10年で世界最大級の空母へと進化していく。すべてはここから始まった。加賀という艦が空母という存在の可能性を切り開いていく。その第一歩。それがこの1929年の姿である。上空から捉えられた空母と護衛艦。白い航跡を描いて急角度の回避運動を続けている。米軍機の爆撃から逃れようとする第一航空艦隊の姿である。加賀もこの海域で同じように回避運動を続けていた。1942年6月4日午前7時過ぎ、南雲艦隊はミッドウェー島攻撃のため第一波を発艦させた。しかし米軍機動部隊の存在が判明する。赤城、加賀、宗龍、飛龍の格納庫では爆弾と魚雷の積み替え作業が続いていた。そこに米軍旧降下爆撃機動トレスが襲いかかった。加賀に命中弾4発、そのうちの1発が艦橋を直撃する。艦長岡田自作大佐以下艦橋幹部の多くが即死。格納庫内では積み替え中の爆弾と魚雷、そして航空燃料が誘爆を起こした。加賀の艦隊は巨大な火球に包まれていった。それから約9時間、加賀は太平洋の上で燃え続け、ついに自沈処分される。戦死者約811名。赤城、加賀、宗龍、飛龍、第一航空艦隊の主力空母4隻がわずか1日で海の底へと沈んでいった。1942年6月4日、太平洋。加賀の B5N は対面へと続ちていった。811名の乗員とともに加賀そのものも太平洋の底へと沈んでいく。赤城、加賀、宗龍、飛龍、第一航空艦隊の主力空母4隻がわずか1日で失われた。その多くが20代の若者たちだった。母を、妻を、子を残して彼らは海へ消えた。写真の中で笑っていた20代の若者たち。その大部分はハワイから故郷の土を二度と踏むことはなかった。しかし彼らの犠牲なくして戦後の日本はありえなかった。戦後、加賀の残骸はハワイ沖の水深5400メートルの海底に長く眠り続けた。太平洋戦争で失われた第一航空艦隊の艦は二度と日本の海には戻ってこなかった。しかし加賀の名前は消えなかった。その魂は令和の時代に再び海へと帰ってくる。2017年、海上自衛隊、新しい大型護衛艦にある名前が与えられた。出雲型2番艦、護衛艦加賀。戦後72年、加賀という名は令和の日本の海へ復活したのである。そして2022年、軽空母化改修 F35B 戦闘機を運用できる事実上の航空母艦へと生まれ変わった。かつて加賀が夢見た最強の機動空母の姿、それが今令和の海に再び浮かんでいる。戦艦として生まれ、空母として真珠湾を焼き、ミッドウェーで沈んだ加賀。その犠牲は決して無駄ではなかった。811名の乗員、20代の若者たち、彼らが夢見た日本、その姿は護衛艦加賀という形で今も日本の海を静かに守り続けている。あなたのご家族、
ご親族の中にも当時加賀に乗っていた方や海軍航空隊に関わった方がいるかもしれない。その経験について語り継がれているものがあれば、ぜひコメントで教えてほしい。先人たちの犠牲の上に今の平和な日本がある。カラーで蘇った写真の中に彼らは確かにそこにいた。その時代を生きた人々として。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただければ高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。